チェンバーボーン。アップデート7。食料難でガリッガリになりかけ実験の末立体農場の建設に成功した我らがビーバー。その過程で設計ミスで撤去した大量の瓦礫をゲット。この資材を使い一気に建設を進めるぞー。てなわけで倉庫に入りきらない資材を使い切るため無限動力をパワーアップ。食品工場の建設計画もあるし、動力はまだまだ足りてないぜ。立体農場の作付け開始。各フロアに2品種ずつ植えられている模様。各フロアにボットとビーバー1匹ずつ配置しました。この広さで2匹ずつだとちと過剰だな。前回溢れてた水路改修工事。水位が限界まで来たらこの使ってないクレーターに水が溜まる。最も使えるようになったので街の俯瞰図をご紹介。水が流れてる時は水源からクレーター湖に貯水されるぜ。溜まった水は静水弁で水位が減ると自動で中央に放水されます。初期のダムは今では川の水位を維持するのにだけ使ってます。たまにおもらししてるあれな。おもらし言うな。こら無限動力の建設に行けー。あそこは工事しにくいから大人数で入れないのかな？じゃ水路の排水溝工事よろ。あ、一番下のところ土で埋め直してごまかそうとしてる。言わなきゃわからないよ。施工ミス隠蔽。無限動力の追加設計出したいけど、ここの一マスが邪魔で水車が置けぬ。めっちゃ工事しにくい場所。最上階も高さ上限で難航中。端っこが甘露ゴリ押し工法になった。はっばー。思わず叫びたくなるめんどい爆破が完了。さて水車はこんな感じの設計だけど、うまく回転してくれるかな？心配するのはそこじゃない。気づいた君は名探偵だ。こんな感じになりそうろー。角のところは未設計、水車の回転を確認してから追加工事予定。さあ思う存分建設作業で働くといい。めっちゃビーバー培養して増やしてるから建設作業員の数がえらいことになってんな。まだまだいっぱいビーバー増やすよ。ハード難易度の限界に挑戦だ。てなわけでプールを移設して貯水タンクも倍に増築。大規模建設の完成待ちで暇だったので、壁を爆破してアート作品を作りましょ。レイムさんストリートアートに目覚める。タンクが完成したのでポンプもちょい追加。これだけあれば湖が乾いても、ある程度生きていけるぜ。水が飲みやすいように液を追加。細かい気配り入りまーす。移転した老舗の親方、ひっまそうやな。建設作業者多すぎか？じゃ少し建設作業の小屋を止めて、運送担当に回しましょ。私の壁穴アートの邪魔だ。吹っ飛ばせー。などとどうでもいい工事をしてたら、短い握手を14日が到来。でデコボコを吹き飛ばしたので、夜中にこっそり管路を敷き直します。明日の朝、鉱山に出勤できません。むしろ経路がなくなって帰れないボットが11体発生。経路なくなったら働けねえから結局ダメじゃねえか。てへ。立体農場、大豊作じゃー。がっつり加工するための食品工場も作ってやりたくなるぜ。動力確保したら作るよ。あれ？角の水車動力つながってなくね？水車の出っ張ってるシャフトの接続部は横からシャフトがつなげない。こりゃ設計ミスだな。泣きながらがっつり建設予定をやり直した。建設前に気づいた君は名探偵だ。一マスずらしてシャフトを接続。ちょっとずらすだけの簡単なお仕事。ちなみにシャフトはこんな感じで、タワーと水車の水路の間に隙間があってここに繋がってます。アップデのおかげでかなり繋ぎやすくなりました。お前ら、割とひっまそうやなー。新しいお仕事の時間だ。意味はないけどここにダム作りたい欲求を満たしたいので、その下準備と参りましょう。このまま塞ぐと裏から漏れちまうもんな。一応中央クレーターこの水位より底面を高くして、ここにも無駄なく貯水できるようにしましょ。あとは背面に流れないようにすれば下準備完成か。なんか普通すぎてや。おい。なので前のシリーズでやった、段々にして蒸発を減らすシステムを土砂の立体地形で導入。効果があるのかいまいちわからないあれ。こんな感じになりそうろー。こりゃ思いのほか工数の多い無駄工事になりそうだ。建設方法はお気に入りになった突出部管路工法。突出部の足場とか資材たくさん必要だが解体すればある程度帰ってきて便利。でも建設現場見るとちょっとやりすぎちゃった感が。また俺何かやっちゃいました？無限動力の建設に影響出ないように優先度下げとこ。これは暇ビーバーにやらせよう。壁に穴を開けたストリートアートが完成。これをアートと言い張る勇気。この 3D 地形は応用すれば色々可能性が広がりそうな気がするよ。立体農場前に建設物資置き場を建設。たくさん使ってくれるといいな。命の水
悪潮14日と短かったこともあり貯水がほとんど減ることもなく終了。皆の者を、キリキリ働け働かない子は奴隷棒送りだよ。無限動力の追加水車工事が着実に進んでおります。そして水路に水が流れて、高さ一段低くて合ってたなと今更気づくのず。掘りすぎた思い埋めたのにまた掘る、これが悲しきビーバー脳の定め。めんどくせえ、もうこれでいいや。やっつけ仕事。ビーバーが300匹を超え、職場がないので立て回し。工場増やすと丸太が足りなくなるから、運搬員と建設作業員ばかりが増えるぜ。無限動力の建設予定出してた部分が完成したので角の部分の建設に着手。一番下の角の水車も弱めだけど回ってるし、これが完成すればだいぶ動力増強できそう。拡張工事もあと少しで完了だぜ。こんな段差があるから高さを見誤るんだ。高さをミスったレイムさん、逆ギレして土砂で高さを調整するの巻。全部平らにせえ。で平らにしたらなんか甘露が敷きたくなった。すでにほぼ工事終わってる水路の上、新たな工事予定もないし使ってくれるビーバーいるんかな？綺麗な直角カーブを地形ブロックの効果で作るぞー。飛び出してる部分は最大3マス、支柱部分の方に矢印向けないと建設できんぞ。設計段階で気づいてよかった。学習しているビーバー脳。まあこれはこれで建設足場どうする問題が出てくるけどね。で高架の土砂ブロックの上に管路不整列。使われるか怪しいのに、これもちょっとした大規模工事になってきた。こんな感じになりそうろー。イエーイ。少し段差直すだけのつもりだったんだけどね。まあ高架の管路はロマンを感じるから面白そう。鉄道ファンの人とかがガチで作ったらすごいの作れそう。なお建設足場はこうなりました。端でゴリ押し。うおー、丸太を投げ込めー。後ろから押したりするなよ、落ちたら大怪我じゃ済まないぞ。安全確認を怠るな。工事の進捗は順調。下の水路の折り返し部分も完成したようだ。だというのにお前らロング管路工事の作業員は、埋め立てで手前の方が埋められて帰れなくなっちゃったか。生ビーバーもいるぞ、救出急いでやれ。生き埋めにならないようにここの土砂は埋め立て停止だ。一晩経っても救出が終わっておらず確認すると、うわこの現場めっちゃ遠い。地方、階段建設前に隣のブロックが埋められた件。隣は建設停止してたのに、こっちも停止してやればよかった。仕方ない、上の道を完成させてその下に階段を作って救出するぞ。しかしこの選択がさらなる悲劇を生むとは、この時の私たちは気づいていなかった。そうなの？すまんなザルメア、野宿2連泊だが我慢してくれ。道は完成したからあとは階段ができるの待ちだな。朝になっても階段の建設が始まらん。ザルメア少しずつやつれてきたぞ。材料は揃ってる。もうザルメア自分でトンカンして脱出しろよ。ため息ついててかわいそう。救助に夢中になってる間に放水始まってた。やっつけ仕事排水口。しまったー。アプデでビーバーが下にいると建設が始まらないように仕様変わったんだったー。そりゃいつまで経っても階段作られないわけだ。急いで足場を建設しろー。しかし完成目前でザルメアさんお亡くなり、大自然が怒り最長の干ばつ30日が襲来した。ザルメアー。霊夢の洞窟がクレーターにこだました。まあ漏水だから大往生だけどね。いや幸福度下がって寿命縮んだのも影響あるしお前のせいだろ。さあせーん。今度は息がないのに管路にはまる謎ビーバー。どうやって中に入ったんだよお前は。ぶっ壊したら出てきた。階段はビーバーに重ねて作れないが管路は作れるんかな？うまく使えば救助にも使えるかな？まあはまらんように注意するのが一番大事。お亡くなりになったザルメアさんに哀悼の意を。救出のため作ろうとした足場に慰霊碑を建てることにした。さあ慰霊碑を。ってちょい待てー。慰霊碑建設なんてそっちのけ、お構いなしに奥の土砂を建設する。これがビーバー脳だ。いやいやダメでしょ絶対こんなんハマるよ。建設中止。慌てて建設停止を連打する霊夢、果たしてどうなるかな？頼む、土砂担いでそのまま帰ってくれー。しかし願いは届かず二次災害発生。3匹捕まえたね、やったね。まさか慰霊碑建設で二次災害を起こしてしまうとは。黄昏ながら救助をお待ちください。ザルメア像の混入完了。二度と救出失敗をしないと心に誓った。さあ夜勤のボットよ、ビーバーたちを救出するのだ。でも階段完成寸前に土砂で埋めちゃう。これがビーバー脳から作られたボットの頭脳である。こらー。今度は土砂部分を建設停止にした、横の足場を作れば救助できるぞ。よしこれで救助。ってまた土砂で埋めとるやないかーい。
土砂じゃなくて道を建設停止にしてたみたい。お前のボンミスかよ。そして絆を深めた2匹はオルトロスビーバーに進化した。重なってるだけだろ。救助成功。救助に夢中になってたら無限動力の角が完成してた。これで水車の追加作業に取り掛かれるな。お前ら、暇そうやないなぁ。ちょっと寂しいレイムさん。動力余ってるし奴隷棒解放して、建築作業に行ってもらいましょ。てなわけで、建てまし。建設作業員の小屋ずらー。深夜にこっそりナンバークランチャーを撤去して削雪を増築。夜中にやるなよミニキーだろ。汚水をマップ外に捨ててる水路、水車の設置に適してるのでそのうち工事するかもと管路設置。やるなら崖を整地したいな。下の水車が完成したので最上階の工事に取り掛かる。まずは邪魔な道を撤去だ。しまった防水フロアが。ビーバーのあるある。こんな感じになりそうろー。これが完成したらどれだけ動力出るか楽しみだぜ。そしてまたハマるものありけり。救助のために一箇所堤防を破壊したら、汚水の危険を顧みず飛び込むビーバー続出。二次災害。こりゃ大災害になりかねん。汚水の放水一旦停止だ。重力バッテリーが切れる前に工事を敢行するのだ。一匹病気になった。除染ポットで養生してね。なんとか無事救助成功。高さ上限切りの工事現場は融通きかなくて辛いぜ。お前、暇そうやな。ビーバーをなじる楽しそうなレイムさん。適当にやらせてたここの工事も終わってた模様。救助とかに夢中になってたらできてた無駄公共事業。ちょうど板の在庫が減り気味だったし、足場崩して瓦礫の片付けでもしてもらいましょ。大量資材ゲット。やっつけ仕事水門をダムに置き換えてフラットに。そして後ろに管路を作られ帰れなくなるビーバー。助けるついでにビーバーの上に管路作れるかの実験を開始。でいくらか待ってみたけど管路は作られず、出口を作ってやったらなぜか逆の管路がすぐできた。資材があったから秒で作ったんかな？実験結果、ビーバーの上に管路は敷設できないでした。汚水タワーの最上階に重力バッテリーをどうにかつけたいけど、ここ高さ上限で置けないんだよねってことで下の階に突出ぶつけて無理やり設置しようと試みたのず。でもこれじゃせっかく作った水車が見えんぞ。もうちょっと工夫が必要か。試行錯誤の結果、こんな感じになりそうろー。ちょいダサい気もするが足場で高さも上がってる。これならバッテリー量も増えるぜ。そして汚水の放水を再開して動力の確認。今の需要の2倍程度の2万超えを計測するも、放水直後で不安定な感じだ。今の体制を維持する動力は手に入れたので、回し車勤務社員はレイオフの対象となっていただきます。奴隷棒からの解放、しかしその先は無職であった。とりあえず暇な子はビーバーいつでもやってて。また運搬員と建設作業員が増えた。では動力の増強も出てた。ここに巨大な食品工場を建設するぞー。整地だけして放置されてた土地がついに覚醒する。今回は管路やシャフトを敷設しやすいように1階部分に足場を使い、二重床工法を採用。のつもりだったんだけど大きな倉庫を下に設置。適当だな。やっぱ大量生産するならそれなりに倉庫作らないとね。一応管路とかを隠す足場は所々残ってるな。シャフト、妙音。もちろん無限動力と接続だぜ。なんとなく水場に近いところに水耕栽培園を発見建設。なお生産効率とかは計算してない模様。過剰だったら止めればええんや。お隣は発酵所にしましょ。レシピが3種類だからこれは3件か。発酵所は動力使うので後ろから拝借。無駄なストリートアートの穴が役に立った。無駄じゃなかったよ。さらに上の階も発酵所ずらー。これでさらに3倍の生産量だ。まあ絶対原料足らんけど。メインとなる食品工場をずらー。これも3種類のレシピのやつだな。トウモロコシだけ4件で他は各2件体制で稼働予定。そうだ、せっかく動力来てるんだしここに創意工夫への賛美のモニュメントを建設しましょ。労働意欲を向上させるのだ。ちまちま倉庫の設定中。なるべく原料と加工品を近くに保管するのだ。食品工場で主に使う菜種油を絞るため、搾雪をずらー。これ絞るのに何気に時間かかるんだよな。お仕事しやすいように2階も管路を完備。細かい気配り入りまーす。ボットの補給ステーションの建設忘れを思い出し設置。デッドスペースを有効活用。食品工場下は二重底後方にしてあるので、こちらにシャフトをガーッとします。動力延長。で床下から動力を取って、こちらにも補給ステーションを設置。ボットをがっつり使い潰すぜ。
間が寂しかったので装飾でデコデコしました。なんかそれっぽい感じに仕上がってきたな。菜種油を使うグリス工場も隣に建てます。グリスは食べられないので誤飲にご注意ください。入り口の足場がなかったので無理やり突出部でカバー。菜種油の工場まで繋がりました。高さレイヤーを切り替えて裏道のチェック中。二重底の裏道が入り組んでて迷いそうだ。おっとグリスと菜種油のタンク忘れてた。これで一通り揃ったかな？お待たせしました。巨大食品工場、建設開始だー。これはなかなかの巨大建造物になりそうだ。設計2時間の対策であります。建設資材置き場めっちゃ使ってくれてる。こういうの地味に嬉しいよな。です。なおこれゲーム内3倍速で早送り再生などではありません。無職がいたのでボットの職場をビーバーに割り当て、ロボから仕事を奪う働き者のビーバー。しかし建設開始から1日で板の在庫がほぼ空に。アップで7になって足場に使う板材とか地味に増えてて、板の重要性が増してるんだよな。でも板作ると丸太が即日でなくなるしなぁ。てなわけで緑地化実験を兼ねる、放水場を使った植林をすることにしました。放水場は強すぎる気がするが、まあ立体農場で使ってるから今更だな。一応丸太の生産がプラスだったので、回し車を撤去して製材所を増築。簡単に増築できる場所があってよかったぜ。命の水。高さがあるからやろうと思えばここも3階層で植林可能だな。今回は四角くしたら、緑地化範囲が四角くなるのか気になってたのでそれの確認実験をします。さいですか。植林は普通に先に進めます。丸太お嬢様は丸太に貪欲。建設開始から12日が経過して、工事の進捗はこんな感じ。結構形になってる。そして空気だった干ばつハード最長の30日、あと半日で終わりなのにこの貯水量。まだこんなに残ってるのかよ。そりゃ干ばつ30日も空気扱いになるぜ。命の水。では干ばつ30日も難なく乗り越えたし長くなっちゃったから今回もまとめもなしでここまで。ビーバーが増えてきて若干カクついてきましたが、続きをご希望の方はグッドボタンをおなしゃーす。PC が熱暴走で壊れるかが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。別ゲーでグラフィックボードが破裂したトラウマが蘇るからそれは言わないで。すまん。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。